こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回は楽しすぎて何度でもやりたくなる 3D ソニックの神ステージランキングをお送りしたいと思います。ソニックシリーズといえば、とにかくそのハイクオリティなステージが大きな魅力なんですが、中でも僕が大好きなステージを10個厳選してきました。正直どのステージもすごく面白くて魅力的なので10個に絞るのもめちゃくちゃ大変だったんですけど、なんとか頑張って選んできたんで楽しんでいただけたらと思います。またこのチャンネルではソニックのゲームやキャラクター紹介、ランキング動画や最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録もお願いします。それでは早速スタートです。第10位はソニックロストワールドよりウィンディーヒルゾーン1。ここはソニックロストワールドの一番最初のステージで、今作の舞台である幻の大陸ロストヘックスに迷い込んだソニックたちが最初に訪れるエリアです。このステージの魅力はそのバランスの良さ。このソニックロスワールドというゲームはソニックのスピードこそ抑えめなんですが、その代わりステージのギミックが難しかったり敵を倒すのにコツがいることが多いので、ステージの難易度は基本高めなんですね。そんな中でこのウィンディーヒルゾーン1は最初のステージということもあってかなり難易度が優しめなんです。それでも今作独自のアクションである壁や木を駆け上がれるパルクールだとか、2010年発売のソニックカラーズで登場したカラーパワーを使って進む箇所もあるので、簡単ではあるけど単調ではない。加えて今作のグラフィック面の特徴であるソニック初期の敵やギミックのリメイクだったり、原色に近いはっきりとした色で描かれたカートゥーン上で可愛らしい世界観はしっかり堪能することができるので、最初のステージであるにもかかわらずめちゃくちゃ満足度が高いです。 BGM もソニックらしい疾走感を感じさせながらも、本作の雰囲気に合わせてポップで可愛らしい曲調になっており、さらに主張しすぎることなくこのステージとうまく調和したものになっています。このようにこのウィンディーヒルゾーン1はその難易度、ギミック、グラフィック、BGM がバランスよく高いレベルで実装されているので、すごく完成度の高いステージになっていると思います。ある意味このソニックロストワールドというゲームの魅力を最も味わうことができる、そんなステージとってもいいかもしれませんね。第9位はソニックフォースよりキャピタルシティ。今作では世界の 99% を支配してしまったエッグマンと、それに対抗するソニックたちレジスタンス軍との戦いが描かれているんですが、このステージはレジスタンス軍がエッグマン軍に総攻撃を仕掛ける場面です。そしてプレイヤーが操作するのはプレイヤー自身で見た目をカスタマイズできるアバターになります。このソニックフォースというゲームはストーリーこそ設定が雑だったり駆け足になってしまう場面があったりして評判がちょっと良くないんですが、ステージは本当によく作られているものが多くてキャラクターの操作性も抜群なので、個人的にはやっていて楽しいなって思うことが多いです。中でも特にお気に入りなのがこちらのキャピタルシティ。このステージでまず最初に目を引くのは白を基調とした近未来的な街並みです。最新ハードならではの高画質なグラフィックで描かれたステージはめちゃくちゃ綺麗ですごく感動してしまいました。このゲームは基本的に暗いステージが多いというのもあって余計に印象に残っています。もちろんこのステージの魅力はそれだけじゃなくてテンポがすごくいいんですね。このステージでは今作の敵キャラであるインフィニットの力によってステージが頻繁に回転するという構造になっていて、普通に道路を走っていると思ったら横スクロールになったりビルの壁面を走ったりと頻繁に景色が変わっていきます。加えてこのステージで操作するアバターの固有アクションであるワイヤーによる移動だったりウィスポンという武器を駆使した攻撃、これらを使う場面と先ほど言ったステージの回転がバランスよく順番に回ってくるので、ずっと何かが起こっていてだれる場面が一度もないです。それでもステージの仕掛け自体は簡単なものが多くて初見でも比較的スムーズに進めることができるので、なんだか自分が上手くなったような気がしてすごく楽しいんですね。ただ1点だけわがままを言わせてもらうと、このステージゴールまで2分半くらいなんですけど、もう少し遊ばしてほしかったですね。個人的には 3,4 分くらいでゴールできるステージが好きなので、あと1分くらい長く遊べたら完璧でした。でも本当にもっと遊びたいなって思うくらいプレイしていて楽しいステージなので、もっといろんな人に普及していきたいですね。第8位はソニックワールドアドベンチャーよりドラゴンロード。こちらは中国をイメージしたチュンナンというエリアにあるステージで、ゲームの中盤に訪れるコースです。このドラゴンロードの魅力は何といってもその BGM。 竹笛の音色で奏でられるこのイントロがもうかっこよすぎて一気に引き込まれましたね。中華系の BGM っていうと優雅でゆったりしたものの方が馴染み深いんですけど、このステージの BGM はソニックらしいハイテンポな楽曲に仕上がっていて、中華系のハイテンポってこんなにかっこいいんだと思ってめちゃくちゃ感動しました。またステージの内容についてはこのステージは万里の長城をイメージしたコースを進むことが多いんですけど、随所に古代中国をイメージした建造物があったり竜の背中を走る箇所があったりとしっかり世界観が作られています。本作からソニックブーストというとんでもないスピードで走れるアクションが追加されたんですけど、そのソニックブーストを使って水の上を走る箇所も印象的ですね。ただこのステージの後半部分にはかなり難しい仕掛けが用意されているので、人によってはむしろトラウマだよという方も多いかもしれません。実際僕もかなり苦戦させられました。ですがいかんせん BGM とコースの世界観が素晴らしいので個人的にはかなり好きなステージです。第7位はソニックカラーズよりトロピカルリゾートアクト1。こちらはソニックカラーズの第1ステージで、
本作の舞台である宇宙遊園地エッグプラネットパークのエントランスにあたる部分です。このステージの魅力はとにかく賑やかで楽しいこと。遊園地というだけあって背景に観覧車が見えたりウェルカムと書かれた看板がたくさんあったりするので、まず目で見て楽しい。そして BGM もすごく愉快で楽しい気分にさせてくれるものになっているので耳でも楽しい。さらにこのソニックカラーズというゲームは難易度が優しめでコースのギミックも分かりやすいというストレスフリーなゲームなので、遊んでいて楽しいといういろんな楽しさを味わえるステージになっています。また最初のステージなだけあって癖がないというのも大きなポイントです。このソニックカラーズの他のステージは例えばお菓子の国をイメージしていたり水族館のようなステージだったりジェットコースターで進んでいったりと何かしらのコンセプトが設けられているんですけど、このトロピカルリゾートはいわばニュートラル、純粋に賑やか楽しいといった印象だけを我々に与えてくれるので、その後のいろいろなコンセプトを持つステージを邪魔してないんですね。本当の遊園地のエントランスのようにこれから遊園地で遊ぶんだ、いろんなアトラクションに乗るんだというワクワク感を与えてくれるだけで決してメインにはならないという絶妙なステージになっていると個人的には思っています。逆にそこに感動してしまったので今回ランキングには載せちゃったんですけどね。とにかく遊園地を舞台にしたゲームのファーストステージとして非常に素晴らしい完成度を誇っているのがこのトロピカルリゾートアクト1です。第6位はソニックヒーローズよりレールキャニオン。こちらはソニックヒーローズの第7ステージでエッグマンの基地へ向かうためにソニックたちが挑む警告ステージになっています。第7位までは比較的バランスのいいステージが続いてきましたが、このステージは真逆、レール特化型のステージになっています。2001年発売のソニックアドベンチャー2で登場したレールを滑っていくハイスピードアクションを思う存分楽しむことができます。もうステージの8割ぐらいがレールです。また基本的にレールが1本ではなく何本もあってどのレールに乗るかで微妙にルートが変わったりもします。ステージのほとんどがレールであるにもかかわらず決して一本道ではないというのは非常に素晴らしいポイントですね。またステージのギミックもスイッチで方向が変わるレールがあったり巨大な走行列車が襲ってきたりとレールアクションを生かしたものが用意されていて、しかもそのほとんどがレールを滑りながら対応できるものになっているのでスピード感が損なわれないというのも嬉しいポイントです。あと個人的に楽しいのはソニックヒーローズって3マンスルで行動するので自分が操作してないキャラが2人いるんですけど、その2人が隣のレールを滑っていたりするので一緒に冒険する感をすごく感じることですね。もうキャラクター好きにはすごく刺さります。他のステージでは基本的にその時操作してるキャラについてくるだけなんですけど、このステージでは隣のレールを勝手に滑って先に行っちゃうこととかもあるんですよ。なんで隣のキャラと競争してみたりとか逆に3人が横並びに滑るようにうまく調整してみたりとか発想次第でいろんな遊び方ができるのでおすすめです。こんな遊び方してるのもしかしたら僕だけかもしれないですけどね。でも3人が横並びで滑ってるのめっちゃかっこいいんですよ。それはともかくレールアクションの根幹の面白さを損なわずにルートの拡張やギミックの追加に成功している非常に完成度の高いステージです。レール好きの方はぜひ一度体験してみてください。第5位はソニックカラーズよりプラネットウィスプアクト1。ここはソニックカラーズの第4エリアで全部で6つあるエリアのうちで唯一建設中でまだ遊園地になっていないエリアです。そして今作に登場する宇宙人ウィスプたちの故郷でもあります。このステージはそのステージ構成によってエッグマンのしてきた所業を明らかにしている点が素晴らしいポイントです。最初は自然あふれる美しい場所から始まるんですが少し進むとすぐにゴツゴツした人工物や毒々しい色をした液体が目に入ってきます。ウィスプたちの美しい星をエッグマンが今まさに破壊しようとしている、そんな様子をまざまざと見せつけられるわけです。このソニックカラーズというゲームはエッグマンがある程度遊園地を作った後の話なので実際にウィスプたちの星を侵略する場面はゲーム中では描かれていないんですけど、このステージをプレイするとえげつないことするなって思いますよね。エッグマンの悪事をムービーなどで描くのではなくてステージで表現してプレイヤーたちの心に訴えかけるというなかなか粋な演出をしてくれています。加えて BGM も他のエリアの賑やかなものと違って物静かで少し神秘的な響きをベースに作られているのでソニックカラーズをやったことがある人にとってはかなり印象深いステージになっているのではないでしょうか。またこのステージではカラーパワーの一つであるピンクスパイクが初登場します。このカラーパワーは壁や天井に貼り付いて進めるようになるもので移動の自由度が広がることに加えてホーミングアタックやスピンダッシュは引き続き使えるのでソニックのスピード感もあまり損なわれない優れものです。僕も大好きなカラーパワーですね。プラネットウィスプアクト1はこのピンクスパイクを使っていろいろなルートでゴールを目指せることに加えて後半にはブーストを使った爽快感あふれるギミックも用意されているなどステージの内容も優れています。2011年に発売したソニック20周年記念作品ソニックジェネレーションズでもリメイクされたシリーズ屈指の名ステージですね。第4位はソニックと秘密のリングよりナイトパレスの Go for the Goal。 ここは今作のラストステージで今作のラスボスイレーザージンが住む宮殿を攻略するステージです。このステージの最大の魅力はその美しさ。アラブの宮殿をイメージしたステージデザインは非常に綺麗で豪華です。
スタートからきらびやかな装飾がなされた豪華な部屋になっていることに加えて、その後も大理石のような床や壁で構成されたアラブ建築独特の空間が広がっていて、その美しさには惚れ惚れてしまいますね。夜なので辺りが暗いというのもあって、その綺麗さがより一層際立っています。また特に胸が高鳴るのがこの空飛ぶ絨毯で進んでいくパートです。広大な宮殿の合間を縫って進んでいく高揚感は格別で、さらに乗っているのがアラビアンナイトを象徴する空飛ぶ絨毯ですから、これはもうワクワクしないはずがないですよね。このソニックと秘密のリングというゲームはアラビアンナイトの世界にソニックが入り込んで冒険する物語なんですが、実はこれまでのステージはあんまりアラビアンナイト感がなかったんですね。テイリスがアリババになっていたり、ナックルズがシンドバッドになっていたり、ステージの随所にそれっぽい小物が配置されていたりはしたんですけど、この世界観に浸れるほどではありませんでした。そこに来てのこの空飛ぶ絨毯ですから、もう初プレイ時はこれだよこれとテンションマックスになりました。 BGM もラストステージらしい重厚でかっこいいものになっているので、プレイしたら熱くなること間違いなしの今作きっての神ステージだと思います。第3位はソニックカラーズよりスターライトカーニバルアクト1。ここはソニックカラーズの第3エリアで宇宙空間でも用されているパレードの中を走り抜けるステージです。そしてこのステージの素晴らしいポイントはまさにこのパレードの描写。ネオンや花火で彩られたとても賑やかで綺麗なパレードがソニックを出迎えてくれます。よく見ると星座をモチーフにした戦艦が飛んでいたりもするので、細部へのこだわりなんかも感じられますね。初めてこのステージに足を踏み入れた時はこの光り輝く描写に圧倒されまして、すぐ大好きになりました。音楽も実際に遊園地のパレードで流れていてもおかしくないくらい賑やかで、聴いていて明るい気持ちになるような曲調なので、本当にパレードの中にいるような気分になって遊んでいてめちゃくちゃ楽しいです。またステージ内容も光の道を縦横無尽に走り抜けたり、宙に浮かぶ巨大なパネルを伝って進んだりと、宇宙という広大な舞台を生かしたダイナミックなものになっているので、これまたプレイしていてとても楽しい。ステージ後半にあるカート型の敵を蹴散らしながら進んでいくパートも大のお気に入りポイントです。7位のトロピカルリゾートを紹介した際にも言及したんですけど、このソニックカラーズに登場するエリアはどれもはっきりとしたコンセプトを持っているので、どのステージもそれぞれ違った魅力があるんですが、個人的にはこの光と音のパレードで楽しませてくれるスターライトカーニバルが一番心に残りました。皆さんはどうですかね。どのステージが最も心に残っていますか？第2位はソニックアドベンチャー2よりシティエスケープ。ここはソニックアドベンチャー2の最初のステージで、とある事情で逮捕されてしまったソニックが軍から逃亡するというステージになっています。そしてこのステージはソニックシリーズ屈指の神ステージです。まずステージに入る演出が素晴らしい。このステージの前にオープニングムービーが流れるんですが、そこでソニックはヘリコプターで輸送されている最中にヘリから脱走、機体の一部を剥ぎ取ってヘリから飛び降ります。そしてそのソニックが地上に降り立ったところからステージが始まるという流れになっていて、プレイヤーとしてはヒーローであるはずのソニックがなぜ捕まっているのか、何が起こっているのか全くわからないまま、とにかく逃げなければならないということになるので、一気に物語に引き込まれます。加えてステージの初っ端からボードアクションになっているのも特徴的で、これによってほっといてもどんどんスピードが上がっていくので、ソニックにあまり慣れていない人でもソニックの大きな魅力であるスピード感あふれるプレイが楽しめるようになっています。そして極めつけはこの神 BGM。ソニックシリーズの楽曲を手掛けている瀬上淳さんが作曲したシリーズ屈指の大人気曲「エスケープフロムザシティ」です。この爽やかかつ疾走感あふれる楽曲はこのステージにぴったりで、この曲がなかったらここまで評価されるステージにはなってなかったと思います。もうイントロのベースを聴いただけで鳥肌が立ちますね。ソニックアドベンチャー2の主題歌であるリブ&ラーンのような重厚なロックではなくて、いい意味で軽めで、なんなら少しおしゃれな感じもするこの曲は、今作の第1ステージの BGM としてこれ以上ない完成度を誇っています。このようにこのシティエスケープというステージはストーリーとの兼ね合い、ステージ構成、 BGM のどれもが非常に高いレベルで作られているので、一度やったら忘れられない、それどころか何度でもやりたくなる神ステージになっています。まだやったことがないという方はぜひ一度遊んでみてほしいですね。このソニックアドベンチャー2というゲーム自体も非常に面白いゲームなので、買って損はないと思います。栄えある第1位はソニックワールドアドベンチャーよりオレンジルーフスアクト1です。ここはヨーロッパをイメージしたスパゴニアというエリアにあるステージで、ゲームの中盤で訪れることになります。そしてこのステージを1位にした最大の要因はその圧倒的な爽快感です。ソニックの魅力といえば、例えばストーリーだったりキャラクターだったりいろいろあると思うんですけど、やっぱり一番魅力的なのはソニックの最大の個性でもあるそのスピードと、そのスピードでステージを駆け抜けることによる爽快感だと思います。そしていろいろなソニックをやってきた中で、その爽快感を最も感じることができたのがこのオレンジルーフスです。まず第一にブーストの演出が素晴らしい。ソニックが風を切る様子だったり背景が流れていく演出がすごくよくできているので、他の作品のブーストと比べても爽快感がダントツでめちゃめちゃ気持ちいいです。
これ自体はソニックワールドアドベンチャーというゲーム全体に言えることではあるんですが、一方で今作のステージ構成はかなり難易度が高いことでも有名で、例えば急に穴が現れたり、カーブで曲がりきれなくてコースアウトしてしまうなど、せっかくの爽快感がなかなか味わえない構成になっているステージがほとんどなんです。対してこのオレンジルースは今作の中ではかなり難易度が優しめで、今紹介したようなスピード感を損ねる仕掛けもほとんどなく、ほぼずっとルースで走り続けることができるステージになっています。またステージ背景や BGM も非常に優秀です。背景はヨーロッパのおしゃれな街並みをイメージしたもので、普通の街中や屋根の上、巨大な時計塔などいろいろな場所があることに加えて BGM も明るく爽やかなものになっているので、走っていてとても気持ちいいです。さらにそのどちらも決して主張しすぎず、いい意味で控えめになっており、ソニックで走る爽快感をうまく引き立てるような絶妙な仕上がりになっています。このようにこのオレンジルーフスというステージはその圧倒的な爽快感を主役に据えた上で、それを引き立てる背景や BGM が非常に高いレベルで、かつ絶妙なバランスで構成されたソニックシリーズ屈指の神ステージに仕上がっています。ソニックのスピード感が好きな人にはぜひ一度遊んでほしい、いや全ソニックファンに一度は遊んでほしいステージです。ソニックというゲームの面白さ、楽しさなんかを改めて実感できることと思います。以上 3D ソニック神ステージランキングでした。皆さんの好きなステージはランクインしていたでしょうか。冒頭でも言ったようにソニックのステージはどれも非常にレベルが高いので、今回紹介した10個も正直甲乙つけがたい、紹介したいステージもまだまだあります。また人によって印象に残っているステージや楽しいと感じたステージも違うと思うので、皆さんにとっての神ステージもぜひコメント欄で教えてください。たくさんのコメント待ってます。また動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。